全く新しい車種になってくるんですね。充電に対する時間的なロスっていうのを減らそうとしている扁平は少し厚めなんですよね。こんなにその透明感があるはい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日ご紹介するのはこちらアウディの Q6 e-tron クワトロアドバンスド一般道市場です。内外装と使い勝手もすごいので、ぜひそちらの動画もご覧ください。今日はですね、走りの方をお届けしていきます。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。自分で施工でこの効果、シラザン50。はい、出たばっかりの Q6 e-tron です。どうした？嘘？あ、なるほど。さっきですね EV ステーションを設定したんですけど、今結構びっくりしました。ここから音がした。およそ350メートル先、ここにスピーカー入ってるんだ。びっくり。あら先進的ね、ノートオーラとかにもありましたけれども、ここにスピーカー入ってるんですね。だからここから音が聞こえてくるのね。めちゃめちゃ面白いねって言いながらそこには行かないんですけれども、さあこのですね Q6 e-tron出たばっかりです。というわけでですね、競合に比べてだいぶ早い技術がいろいろ使われているっていうのが面白い点かと思います。このですね Q6 e-tron に先んじて、まずポルシェのですねエレクトリックマカンですね、マカンが発表になりました。で発売されておりますけれども、このマカンとプラットフォームを共用しているのがこの Q6 e-tron です。なので全く新しい車種になってくるんですね。今までのその Q シリーズの中でもですねミドルクラスに入ってきまして、まさにマカンとか、あとですねテスラのモデル Y とか、それから BMW の、iX と iX3 の間ぐらいに入ってくるかなっていう感じなんですけれども、とにかくですねすごい売れ線のボリュームというかね、売れ線の車格の中に入ってくるですね、戦場に躍り出てきた、新しい資格といったような感じでしょうか。全く新しい車ということで新しい挑戦がいろいろとなされているんですけれども、ラインナップは3つあって、この私が乗っているのが Q6 の、真ん中というかね、価格的には真ん中に入ってくるんですけれども、クワトロなので4輪駆動になっています。でこれ以外に後輪駆動のものと、それからもっとハイパフォーマンスなものっていうのが用意されている SQ6 ですね。これも用意されてます。何が今アウディの EV の中でその優位性があるか、すごいかっていうとですね、アウディって今その充電拠点をすごい拡大してるんですね。同じ傘下にあるポルシェとか、それからフォルクスワーゲンと組んだもの以外にもですね、独自の会社の取り組みとしてはですね、ディーラーを少し変えていってるんですよ。コンセプトショップもくっついたようなディーラーを作っていて、そこにですね 150kW の充電スポットを作っているんですよ。で150なので結構な高圧充電なんですけれども、この車は何がすごいかというとですね、さらに欧州では 270kWの充電までをクリアしていて、残念ながら日本は150がマックスなんですけれども、270を使えばですね、なんと、残30% から 80% まで回復するのに20分ぐらいしかかからないっていうんですよ。でこういうところもですね、欧州そもそも 200V っていうね高い電圧を使っているので、ちょっと日本とはまた状況が違うんですけれども、高速充電っていうのが叶えられているっていう、そもそもの受け皿としてのバッテリーがすごく高性能になったっていうのがあると思います。そもそもですね 800V 容量がありまして、それをですね、充電する時に 400V400V に分けて並列充電をさせることができるとかね、そういうそのバッテリーとしての新しいこともチャレンジをしていて、とにかくその次世代に向けてその充電に対する時間的なロスっていうのを減らそうとしている。で日本ではその 150kW充電に対応させようとしていて、やっぱりねEV ってその充電というか、その走れるような状態になるまで時間がかかるっていうのが一つデメリット、大きなねその購買欲をそぐ鬼門というか、そういうものになってきてると思うんですけれども、そこをどんどん減らしていく努力をしているっていうことなんですよね。なぜかというと、やっぱりアウディってその電動化に全振りしているというか、割とこう全モデル電動化っていうことを
割と早めに掲げたまんま今も取り下げてないんですよ。でこの前 A5 出ましたけれども、これもガソリン最後の A5 って言っているんですね、今のところ。なのでやっぱりこの充電環境の整備っていうのがもう至上命題になっていて、そういうところにあらゆる方法でアプローチをしているっていうのが、ちょっと涙ぐましいというかね、そういうところまでやらなきゃいけないんだっていうのをすごく感じさせるのが今のアウディの戦略であり、そのインフラの整備であると思います。で今ちょっと勝手にですねアラートが鳴ったんですけれども、今自動運転をセットしているわけでもないし、高速道路を走ってるわけでもないんですけれども、緩やかに運転のサポートがもう効いています。なので、このサポートが、これは前からアウディそうなんですけど、割と繊細なんですよね。このアウディのその運転支援っていうのは割とこうちょっとかゆいところのさらに先に追い行こうとするというか、ちょっとねお母さんかっていうぐらいのまたねこの今アウディという言葉に反応しましたけども、音声のアシスタントとかも割とねちょっときめ細やかすぎて、今ちょっと求めてないんだよねみたいな感じのところまでやってくれちゃったりとかするので、もしあんまりお好きじゃなかったらそれを切っちゃうっていうのも手かなっていうぐらい、運転支援もこの音声のアシスタンスも割としっかりと取ろうとしてくれますよというところです。はい、でそもそも運動の動力性能はどうなのかというとですね、やっぱりこの前にですねQ8 に私乗らせていただいているのが、すいませんちょっとねアウディ市場が空いちゃってるんですけれども、この私的な順番なんですけれども、 Q8 は一番最初に出た EVなんですよね。でそれが第2世代に進んでだいぶ良くなりましたけれども、やっぱりですねさらにこの Q6 になると専用プラットフォームっていうのもありまして、さらにその動力性能が洗練された感じがすごくあります。私が乗らせていただいているこの試乗車に関してはS ラインが入っているのでアクティブサスがついてるんですよね。なので余計にそれを感じるなって思うんですけれども、とにかくその足の進化、そのプラットフォームの進化に従っての足の進化っていうのをすごく感じてます。他の例えば BMW とかに比べると扁平は少し厚めなんですよね。なんですけれどもこの車前後異形のタイヤを履かせていて、特に S ラインなのでね前後異形のタイヤを履かせていて、かなり運動性能に振った感じはあるんですけれども、その一時期のそのドシドシ感っていうのが本当になくなって、非常にこう ICE に近づいたというか洗練されたサスペンションを持ったなっていうところも印象的なポイントでした。あと電気自動車らしい加速っていうのもしっかりあるんですけれども、どちらかというとそのトルクがドカーンと直線方向に向いてくるっていう感じではなくて、穏やかにその出力を出していくっていうね、より以前のアウディに近づいたというか、そのイメージがもうアウディらしくなった、電気自動車らしくなったっていうよりはアウディらしくなったっていうところが正直なところかなとも思います。そもそもですねクワトロですので、この前後にモーターがあるですねデュアルモーターになってるんですけれども、この前は非同期後ろは同期モーターを使っているということもありますし、そこから推測するにですよ、後輪の方にですねトルクが寄っているっていうところは想像していただけるかなと思うんですけど、そうこのクワトロは割と後輪の方にそのトルクをしっかり出すモーターが乗っかっているものとなっています。ですからその割とスポーティーというかね走り感があるっていうその押し出され感っていうのもこれまでのそのアウディの電動モデルって割とこう電動していたというか分かりにくい例えですいません、結構ね EV としての性格が強かったなって思うんですよ。でもこの Q6 になって急にナチュラル方向になったなとも思うんですよ。でこのトルクの出し方もそうですし、その後輪のトルクの出し方、曲げていき方とかもそうですし、あまりにもこうパキッとした電動っぽい感じの味付けを求めてないというか、ここがすごい意外でした。ですっごい運転しやすいです。このねブレーキの感じもすごいナチュラルなんですよね。でもちろんですねもっと電気自動車らしい鋭い加速であったりとかトルク感っていうのを味わいたかったら、ここにねドライブモードの切り替えがあるので、そこでもうパキッとスポーツモードにしていくこともできますし、このモードの切り替えもものすごくバリエーション豊かです。こういったところはやっぱりスポーツカーメーカーとしてですね、そのスポーティーなモデルをたくさんも出してきているアウディっていうところのノウハウっていうのが効いてるんですけれども、例えばダイナミックになるとなんかねサウンドエフェクトとかも入るのだから、結構ねグワーッとエンジンっぽい音が鳴ったりとかもしますし、コンフォートになると本当にコンフォートだ、フワーンってなる、いきなりフワーンって
そうそう。でこの車そもそもその Q6 ね SUV スタイルなのでオフロードモードとかもついてるんですよ。むしろ私このねアクロに行った方がこのアウディらしさというかそのクワトロ技術の推っていうのの本当の価値っていうのが分かるんじゃないかなと思うんですけれども、ずっとね四輪駆動を研究し続けてきたアウディがですよ、こんなに繊細にトルク配分ができる動力を得てですよ、何ができるか何がやりたいかって言ったら絶対雪道でめちゃくちゃ上手に走らせたいでしょって思うんですよね。私がもしエンジニアだったらそういうことしたいなと思う。でそれが多分絶対になされてるなって思うぐらい、普通の道で走ってても割とその後輪の押し出し感とかナチュラル感とかその走り感ステアフィールとかいうのがすごくいいんです。なんかそもそもアウディのその性格って割と誤解を呼ぶ言い方かもしれないんですけど、無味無臭なところにあるような気がするんですよね。これはあれですよ、その S のつくモデルとかスポーツモデルはまあちょっと別にしてですよ、そのアウディの良さってその人を選ばないというか技術が黒子みたいなところにものすごい進化があるんじゃないかなと私は思っているんですよ。でそれが本当に洗練されたというか、今このQ6 になってさらに完成した感がすごくあるんですよ。でこれまではやっぱりそのアウディとしても電動化技術っていうのをこう模索してたような気がするんですね。だからそれが一周回ってここまで洗練されたかみたいな感じのところがあって、その今のアウディらしさ、今のクリアさ、本当透明な感じっていうのがとってもうまく素直に出てるかなっていう感じがします。例えばその機能一つにとってもものすごい突出してめちゃくちゃアイコニック、めちゃめちゃ使い勝手がすごい個性的みたいなところはあんまりないんですよね。ないんですけれどもみんなが使いやすくなっていてすごく素直に使えるっていうところがめちゃくちゃ面白いなと思いました。そういったところにそのアウディを選ぶメリットっていうのがあるのかなって思いますし、またそのアウディの S のついたモデルではなくて通常のアウディってそのクリアさ、人を選ばなさ、技術が黒子でもすごいっていうところにあるんだなっていうのをちょっと思い出させてくれたモデルでもありますね。だからね、もしかするとそのキャラっぽい車が好きな人からすると少し物足りないかもしれない。だけど技術をその突出させない、その主張を消したプレーンな良さっていうものがこんなにその透明感がある伝え方で伝えられる車って今あんまりないので、人が主役、ちゃんとユーザーが主役になれるいい車だなっていうのも感じました。これはねちょっと新たな価値観なので、そしてアウディがもともと持っていたものをですねすごく研ぎ澄ませた結果だと思うので、ここはね非常にユニークですし、この味っていうものがマカンとこんなに違うんだっていうところもすごく面白いところです。そうで、その速度域を上げていくとさらにその感覚がこう深くなっていくっていうのもまた面白いんですよね。ただもう一つ本当にこのエイダスだけものすごい過敏、これだけなんでこんななんかハンドル戻そうとしてくるんだろうと思うぐらいすごい過敏。ここねちょっとユニークですね。なんでこんな味付けにしてるんだろう、なんでこんななんかね介入してくるんだろうと思うぐらいものすごいね過敏です。というわけでですね、今日はアウディの Q6 イートロンクワットロアドバンストをお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。すごい進化を感じました。ですごくですね車として動力性能がめちゃめちゃ上がっているっていうことと、そもそものですねアウディの技術、アウディらしさっていうのがねよく洗練されたかなというふうにも思います。それではですねぜひこの後は内外装と使い勝手の方もご覧ください。すでに公開しております。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。どうしてジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。